皆さんこんにちは。腹ペコ僧侶です。満腹僧侶バイ。今日の幸せの方程式チャンネルは、ちょっと深いとこまで探っていきます。テーマは、幸せ。誰もが追い求める、あの H の文字です。みんな形は違えど、幸せを追い求めて生きとるっちゃね。実はね、フォロワー様から、尾崎豊の歌に込められた思いを解説してほしいってリクエストがあったとよ。そうそう。尾崎豊さんの音楽って、表面的には若さゆえの反抗って言われがちだけど、実は、もっとずっと深い哲学があるの。彼はずっと問い続けてたんだよね。自由ってなんだろうって、幸せってどこにあるんだろうって。時代は変わっても、その問いは今の私たちにも突き刺さる場合、むしろ今だからこそ余計にね。今回は卒業のその先にある自由と愛というテーマで、尾崎豊の音楽から幸せの方程式を紐解いていきます。さあ、深く探っていきましょう。まず最初に触れたいのは、社会の用意したレールと本当に自分が望む道との葛藤体。私たちは知らんうちに、こうすべき、これが普通って道に乗せられてしまったよね。でも、もしその道が自分にはしっくりこなかったら、問い直すこと、まるで許されてないような空気、あるよね。でも尾崎さんの音楽は、それで本当にいいのって問いかけてくるの。彼の名曲、卒業ではこんな歌詞があるとよ。卒業して一体何がわかるというのか。まさに卒業、イコール大人になるっていう社会の常識に真っ向から疑問を投げかけとるっちゃね。学校に行って就職して結婚してそうやって幸せになる順路は決まってるかのように見えるけど、そのチェックリストが本当に自分の幸せと合ってるかどうか立ち止まって考える必要があるの。尾崎さんが言いたかったのは全部を否定しろってことじゃなかと。チェックを終えたその先に本当の自分を探しに行こうよって言葉い。そう。それが自由なんだよね。誰かの正解をなぞるんじゃなくて、自分の感覚、自分の羅針盤を信じること。ね、それってちょっぴり怖くもあるとよ。自由って何でもできるって思われがちやけど、尾崎さんは違う視点をくれたっちゃ。そう、太陽の破片って曲に、こんな歌詞があるの。奪われたくない。悲しみがこぼれないように君を守りたい。自由とは誰かを守ること。悲しみを共有する覚悟。それもまた自由なんだよね。うわ、それめちゃくちゃ深くばい。縛られないことばっかりが自由じゃなくて、選ぶこと、引き受けることも自由。そこに責任が伴うってことやね。それにね、私たち人間には自立したいという思いと、誰かとつながりたいという矛盾した願いがあるの。尾崎さんは、そのどちらも否定しなかった。むしろ、両方を認めてたんだよね。名曲、チェリーでもあるばい。自由と孤独。それはきっと、表裏一体なんやろうね。でもその中で、何を守りたいのかを選ぶのが、本当の自由なんたい。そう。自分の手で選び取る。制約のない自由じゃなくて、意味のある自由。それが、尾崎さんの歌から感じられる自由の定義なんだよね。そうそう。それで思い出したのが、逃げることについての話したい。社会ってなんかさ、我慢して当然耐えるのが大人みたいな空気あるやんか。あるある。でも、尾崎さんは違ったんだよね。愛が消えた街って曲で、こんな風に歌ってるの。いつからこんな風になった？これが普通だなんて、僕にはまだ言えない。普通に染まりたくないっていう声たい。諦めとか無関心って転生しやすかし、心が鈍くなってしまうっちゃん。そう。だからこそ、感じる力を失わないことって大切なんだよね。それに逃げることって、必ずしも負けじゃないの。それ、めっちゃ救われる言葉たい。環境を変えること、距離を取ること、自分を守るために逃げることも、立派な戦略なんよね。尾崎さんは伝えてたんだよ。自分の夢や価値観に合わない場所から離れることは、魂を守るために必要なことなんだって。でもね、
ただ逃げるだけじゃなくて、その後どう生きるかが本当に大事なの。逃げた先で何を見つけるのか。愛なのか、意味なのか、それとも強くなって戻ってくるための準備なのか。まさに人生の分かれ道だよね。このままでいいのかなって感じた時に、立ち止まって自分の道を考えてみる。それって、すごく勇気のあることだと思うんだ。ねえ、自由を求めて走ってる時って、ふとすごく孤独を感じること、あるっちゃない？あるある。尾崎さんの音楽って、まさにその自由と孤独の交差点を歌ってる感じがするんだよね。例えば、I love you の一節で、こう歌ってる。I love you。今だけは悲しい歌。聞きたくないよ。この一言に、どれだけの寂しさと、誰かに寄り添ってほしい気持ちが詰まってるか。切ない。自由を叫びながらも、本当は誰かにそばにいてほしい。それって、すごく人間らしいことたい、言葉い。そうなの。自由を求めるって、多分本当の自分でいたいって願いと繋がってるんだけど、その分、傷ついたり、寂しくなったりもするんだよね。ダンスホールで、こんな歌詞もあるたい。有名の口説き文句も忘れちまって、今夜も探しに行くのかい？あれ？諦めと希望がごちゃ混ぜになってて、ぐっとくるっちゃう。それって誰かを求める気持ちそのものなんだよね。傷ついたことがあるから壁を作るけど、それでも本当は、つながりを求めてる。自由と孤独って両立するっちゃね。でもつながることはいつだって私たちの選択肢の中にあるっちゃ。それを選ぶには勇気いるけ。自由になりたいと思うと同時に抱きしめられたいとも思う。その矛盾を認めた上で愛を選んでいけたらいいね。幸せってどこにあるんだろう。きっと誰もは一度はそう考えるよね。でも尾崎さんの曲は未来じゃなくて今に目を向けてごらんってそっと教えてくれてる気がするんだ。例えば17歳の地図にはこんな歌詞があるっちゃ。焼けつくような夕日が今心の地図の上で起こるすべての出来事を照らす。なんてことない日常の中に人生の深い意味がパッと浮かび上がる瞬間ってあるとよね。あるある。例えば満員電車で見たちょっとした優しさ、黙って働く親の背中、そういう日常の一コマに幸せのヒントが隠れてるのかもしれないよね。それたい。しがらみだらけのこの街やけど、だからこそ強く生きなきゃって思えることもあるっちゃ。そう考えると窮屈なルールでさえ自分の選び方次第で意味が変わるっちゃね。本当にそう。社会がどうであれ、私たちはどう感じるか、どう生きるかを選べる。今という瞬間の中にある光を見つけられるかどうか。それが尾崎さんの教えてくれる幸せの方程式の核心なのかも。そして最後に出てくるのがあの言葉やね。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。これは僕が僕であるためにの歌詞たい。もう刺さるっちゃんね。本当に卒業っていうのはただ学校を出ることじゃない。自分を脱皮していくこと。今までの誰かに合わせた自分を手放して新しいもっと本物の自分になる旅の始まりなんだよね。その旅って正直バリ怖かっちゃう。孤独になることもあるし不安でたまらんこともわかるよ。でもね、暗闇の中を歩いたその先にこそようやく光が差し込むんだ。尾崎さんはそんな痛みの先にある自由と愛を歌ってた。それって誰かからもらえるものじゃない。自分の中で見つけていくしかない内なる旅なんだよね。それたい。日々の小さな奇跡に気づくこと。誰かの期待じゃなくて自分のリズムで生きていくこと。それが本当の幸せの方程式っちゃね。だからこそ今日この動画を見てくれたあなたに私たちから言葉を送りたいの。もしかしたらこれがあなたの卒業のタイミングかもしれない。もっと本物の自分へと一歩を踏み出す。そのきっかけにこの動画が慣れたら
それだけで十分なんだ。本当にそう、思うちゃん。そして、尾崎豊さんの音楽が、あなたの中にも問いや光を灯してくれたら嬉しか。幸せの方程式チャンネルでは、これからもこうして、自由、愛、人生について、一緒に考えていきます。あなたの歩く道が、あなたらしいリズムと、ささやかな光で満たされますように。ではまた次回の、幸せの方程式チャンネルでお会いしましょう。おやすみなさい。良い夢を。おしまい。